ご視聴ありがとうございます。観光激戦区の関西でも最大級の都市、大阪。西日本一の大都市、梅田をはじめ、大阪の食や文化を詰め込んだ街、難波、現在も進化を続ける天王寺など、魅力あふれる観光スポットがたくさんありますので、今回は大阪に行ったら絶対に行きたいおすすめの観光地をご紹介いたします。大阪ステーションシティは、ノースゲートビルディングとサウスゲートビルディングの2つのビルがつながってできている JR 大阪駅直結のショッピングやグルメ、エンターテイメントなどが楽しめる複合施設です。主な施設は、ルクアイーレ、大丸、駅マルシェなどがあり、大阪でのショッピングは、ここ1カ所で完結すると言ってもいいくらい充実しています。また、都会の真ん中にありながら落ち着いて過ごすことのできるスポットもあります。5階の時の広場は人工芝に座り、せわしなく行き交う電車を俯瞰することができたり、屋上には日本最大級の屋上庭園である天空の農園があり、大都市のビル群を眺めながら農園を散策して不思議な感覚を味わうことができます。梅田スカイビルは新梅田シティにある連結超高層ビルで梅田のシンボルの一つで1993年に完成し、高さは173メートルです。2008年にはイギリスの情報誌ザ・タイムズで世界の建築トップ20に選ばれたこともあります。梅田スカイビルの特徴は40階と41階にある空中庭園展望台であり、ここでは屋上開放型の展望台から大阪の街や海を360度見渡すことができます。展望台にはビリケンさんという福を呼ぶ神様の像やハートロックというハート型の南京錠もあります。ハートロックにはお好きな名前や日付を刻印でき、展望台のフェンスに取り付けることができます。展望台の40階にはカフェスカイ14というカフェがあり、自家焙煎のコーヒーや世界のビールを楽しむことができるほか、梅田スカイビルギャラリーショップというショップでは梅田スカイビルのオリジナルグッズやフィギュアなどを購入できます。梅田スカイビルでは季節や時期によって様々なイベントや展示も行われています。梅田スカイビルは建築と景観と文化の魅力を感じられる観光地です。大阪に来たらぜひ訪れてみてください。大阪城公園は広大な都市公園で歴史と自然の魅力を満喫できる観光地です。公園の中心には天守閣をはじめとする大阪城の歴史的建造物があります。天守閣は展望台と博物館の役割を果たし、最上階からは大阪の街並みや山々を見渡すことができます。天守閣の周囲には金蔵や櫓などの重要文化財や豊国神社や蓮如上人家今朝の松などの史跡が点在しています。公園内には四季折々の花が咲く庭園や森林もあり、西の丸庭園では約300本の桜が春に見事な花見を楽しませてくれます。梅林では約100種1270本の梅が冬から春にかけて咲き誇っており、市民の森や記念樹の森では緑豊かな自然に癒されることができます。さらに文化施設や運動施設も充実しています。大阪城ホールではコンサートやスポーツイベントなどが定期的に開催されており、クールジャパンパーク大阪では日本のポップカルチャーを体験できます。大阪城公園は歴史と自然と文化が調和した場所です。大阪の中心に位置しながらも静かで落ち着いた雰囲気が漂っています。通天閣は新世界にある展望塔でまさに大阪のシンボルです。高さは108メートルで地下1階から5階まであります。展望台は4階と5階にあり、大阪の街や海を見渡すことができます。展望台にはビリケンさんという福を呼ぶ神様の像があり、足の裏を撫でると願いが叶うと言われています。実は通天閣は1912年に初代が建設されましたが、1943年に火災で焼失しており、現在の通天閣は1956年に建設された2代目になります。通天閣の周辺には新世界という繁華街が広がっています。新世界は食べ歩きや屋台が楽しめるジャンジャン横丁や動物園や博物館がある天王寺動物園前など様々な魅力がある一方、夜は大阪のディープな雰囲気を味わえます。ただ、あまり大阪に慣れていない人には夜はおすすめしません。新世界の名物料理としては串カツやたこ焼きなどが有名です。道頓堀は大阪の中心にある繁華街で大阪の食とエンターテイメントの代表的な観光地です。グリコの看板やカニ道楽の巨大カニなど個性的なシンボルが並んでおり、川沿いはどんぼりリバーウォークという遊歩道が整備されていて、遊覧船やイベントスペースもあり、昼夜問わず多くの人で賑わっています。川岸からは歴史ある芝居小屋やお笑いのホールなど大阪ならではの文化を感じることができます。道頓堀は江戸時代に安井道頓という人物が私財を投じて開削した堀川に由来します。
当時は芝居町として栄え、歌舞伎や人形浄瑠璃が演じられました。その名残は、現在も松竹座などの劇場が残っています。また、道頓堀は大阪の食文化の発祥地とも言われており、たこ焼きやお好み焼きなどの名物料理を提供する店が多数あります。道頓堀は大阪の魅力を存分に味わえる観光地として人気が高く、国内外から多くの観光客が訪れています。住吉大社は全国に2300社ある住吉神社の総本社です。摂津国一宮として古くから崇敬を集め、海運や交通の神様として信仰されてきました。国宝に指定された四本殿や反橋など古代の建築様式や文化を伝える貴重な建造物や文化財が多数あります。住吉大社の見どころはまずは四本殿です。四本殿は本殿、中殿、前殿、回廊からなり、日本最古の建築様式である住吉造りを今に伝えています。住吉造りは屋根にかやぶきを用い、柱を地面に直接立てるという特徴があります。四本殿には住吉大神として祀られている三柱の神様がおられます。次に反橋です。反橋は四本殿の前にある弓なりの橋で住吉大社の象徴とも言えます。反橋はもともとは海上にかかっていたと言われており、船の通行を妨げないように高く反った形をしています。反橋を渡ると願い事が叶うと言われています。その他にも境内にはご神木や石灯籠などの見どころがたくさんあります。また年間を通して様々な祭りや行事が行われており、特に初詣は200万人以上の参拝者が訪れます。万博記念公園は1970年に開催された日本万国博覧会の会場跡地に作られた面積約260ヘクタールの自然豊かな公園です。園内には平安時代から現代までの庭園様式が集まる日本庭園、数多くの草花や樹木を観察しながらの散策が可能な自然文化園があり、様々な遊具やスポーツ施設、バーベキュー場、温泉なども併設されています。その中でも特に有名なものは万博のシンボルとして建てられた太陽の塔です。1970年に建造された高さ70メートルの巨大な彫刻であり、2018年からは内部が公開されており、展望台からは万博記念公園を一望できます。また、園内に隣接する日本最大級の複合施設エキスポシティや民族文化博物館などの観光スポットもあります。大阪の中心地からも電車やバスでアクセスしやすく、空港からもモノレールで1本で行ける便利な立地です。万博記念公園は家族や友人、恋人と一緒に自然と文化を満喫できる観光地です。大阪市立科学館は宇宙とエネルギーをテーマにした科学館です。大阪の市政100周年記念事業の一つとして1989年に開館しました。科学館ではプラネタリウムや展示場、サイエンスショーなど科学や宇宙に関する様々な体験ができます。地下1階のプラネタリウムは直径26.5 メートルの世界最大級のドームスクリーンに美しい星空が映し出されます。季節や時間帯によって変わる星空や惑星の動きを観察したり、宇宙飛行士や天文学者の解説を聞くことができます。展示場は1階から4階まであり、宇宙とエネルギーのテーマに沿って様々な展示物が並んでいます。サイエンスショーは1階アトリウムで毎日開催されており、科学館のスタッフが科学実験を行いながら科学の不思議や面白さを紹介してくれます。大阪市立科学館は科学や宇宙に興味を持つ人に限らず、とにかく面白いことを求める人におすすめの観光地です。科学館内にはミュージアムショップや喫茶もあります。海遊館は世界最大級の水族館です。ジンベエザメやマンタなどの大型魚をはじめ、約620種類、3万点以上の生き物が展示されているほか、イルカやアシカなどのショーもあり、家族連れやカップルに人気があります。海遊館の常設展示では、グレートバリアリーフやエクアドル熱帯雨林などをテーマにした環太平洋の様々な地域を再現した水槽があります。また、深海館エリアでは、クラゲやイルカなどを身近に感じることができます。さらに、企画展も開催されており、様々なテーマで展示が行われています。昼の営業だけでなく、夕方午後5時以降からは夜の海遊館があり、館内の照明と音楽が変わります。暗い静寂に包まれた夜の海をモチーフにしており、まるで水中にいるようなゆったりとしたロマンチックな時間の中で癒されることができます。オタロードは大阪市日本橋にあるオタク文化の発信地で、西の秋葉原とも呼ばれています。堺筋通りから西側に伸びる約300メートルの道路で、アニメや漫画、ゲームなどの専門店やメイド喫茶が多数あります。
2000年代初頭にアニメイトや寿屋などの大手ショップが進出したことでオタクの聖地として注目されるようになり、現在では国内外から多くのファンが訪れる観光スポットになっています。オタロードの観光は歩くだけでも楽しい気分になりますが、アニメ以外にも映画や舞台のような様々なジャンルのグッズが揃っています。また、昼食はメイド喫茶でメイドさんと一緒にお茶とおしゃべりを楽しむのもありでしょう。ふわふわのお絵かきオムライスや可愛いデザートが味わえます。時期によって変わる人気作品とのコラボレーションが行われているカフェや、作品の世界観やキャラクターをモチーフにした料理やドリンクを提供するお店もあります。オタロードはオタク文化の魅力を存分に感じられる場所です。西日本最大の電気街でもある日本橋には、他にもパソコンや家電などの専門店が多数あります。オタロードだけでなく、日本橋全体を散策してみると、新たな発見があるかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回は、絶対に行きたい大阪のおすすめ観光スポット10選を紹介いたしました。少しでも皆様の観光のお役に立てていれば幸いです。当チャンネルでは、皆様の観光に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。